はい、皆さん、こんにちは。リジェクトロート G の時野でございます。私がですね、ベルギーに行っている間に、どうやら豪輝の、また新たなムービーが出ていたようですので、そちらの方をですね、見ながら、その感想を、語っていければなと思います。ベルギーでもですね、他の選手と豪輝の話をしたんですが、彼らもね、エキサイトしているようでありますし、特に高村選手はね、豪輝出たらもう絶対使うよということなので、高村との、豪輝トークも結構盛り上がりました。そんなこともあったので、こちらのね、豪輝ガイドを見ていきたいと思います。で、こちらですね、さらっと見させていただいたんですが、やはり、高水準の性能があるんですが、体力が少ないと。なので、立ち回り、いろいろね、慎重にやっていかなきゃいけないなと。でもやっぱ技が高性能っていうのは、本当に使ってて面白いキャラクターっていうことなんで、やりがいは非常にあるんじゃないかなと、思っております。で、今回のこのトレーラーでは、主にね、必殺技の紹介というのを、やっていましたよね。ここはでも通常技か。攻撃のリーチが長い。自分の前で試合をコントロールできる。これはやっぱいいですわ。さらには飛び道具も地上。ためも行えて空中からも撃てると。これは非常に楽しみ。ため、波動。しかもための段階も2段階ためがあるから。ちょいためで2ヒットになるし、マックスためで3ヒットになると。で、ちょいためをすると、もうそれだけで、有利フレームを作れるので、そういうのをうまく使いながら、プレッシャーをかけていったりとかするんじゃないかなと思います。あとはこの残空波動拳だよね。前ジャンプからしかノーマル版は出せないんだけど、これ通常技タイプのキャラにとっては非常にプレッシャーとなる技なんじゃないかなと思います。これをうまく使ってね。で、このオーバードライブ版、これね、結構いろんな人に聞かれたんだけど、このオーバードライブ版をジャンプしてすぐに出すことで、相手の投げに勝てるんじゃないかみたいなことはね、やっぱ僕も気になりましたし、あとね、高村とかに聞かれた気がするな。ただ、僕はガマゴーリで調べたときは、無理でした。というのは、地上の投げの相手のモーションに、OD 残空波動拳を打っても、OD 残空波動拳がちょっと高めから出てしまうため、それをヒットさせることはできませんでした。大型キャラだったら、マリーザとかザンギフだったら、当たるのかもしれないですけど、普通のキャラには当たらないというのが、ちょっと残念なポイントだったね。で、豪昇龍拳はこれ普通だよね。竜巻も、割と普通と。あとはこの混合釈迦。この技だね。新技。で、弱は地上ヒットで中強が相手をダウンさせる。で、先端を当てることでうまく、反撃をできないようになるとか。そう。このね、強をうまく叩き込んでコンボのダメージを伸ばしていきたいっていうのが、最初に豪輝で調べるところなので、オーバードライブ版は、確実な相手を貼り付けると。このアシュラの移動はちょっと無理して使ってるんじゃないのっていう気はするけどね。で、百騎衆。これですわ。百騎衆様々な派生があります。で、この何も押さなかった時に百騎衆から出る百騎鉱山。スライディングになるのかな。これはね、ガードされても有利ということなので、うまくね、この攻めのバリエーションで使っていきたいなと思います。で、さらにこの百騎豪将パンチ派生。これもガードさせて有利で、孫さん役これプラス4取れてたということなので、これもね、うまくね、プレッシャーをかけて使っていきたい。で、百騎豪陣。
途中でちょっと止まってから、空中脚を繰り出すと。で、これは相手の頭付近をガードさせてしまうと反撃を受けるので、胴体より下を狙ってコンボにしたりとか、あとはガード時に反撃されなくするとか。で、さらにこのね、技の性能非常に気になります。百鬼千影、新技ですね。相手のドライブインパクトやパリーを読んで使えとありますが、百鬼投げがないんでね、この技を使ってうまく、相手の防御を崩していきたいと。OD 版は、派生が増えて、空中で OD 残空波動拳と空中の OD 竜巻旋風脚を、最初に OD で打ってるから、そこからの派生はゲージを使わずに打つことができると。これもね、強襲技としてうまく使っていきたいなと思います。マシュラ旋風は、これ、最初は通るだろうね。その後どうなるかは、ちょっとまだわかんない部分が多いので、序盤結構強めに使っていければなと思います。で、あとやっぱり気になったのが、SA2 ですね。放天豪華。これか。剣がね、SA2 がちょっと使いどころがあんまりなかったため、こういう風にしてね、その追撃ができる系、画面端近くないと追撃できないみたいなんだけど、この画面端に追い詰めた時に、これを使ってうまく、その後のコンボ。でも、これ結構ゲージ回収してそうでしょ？ダメージも伸びてると思うんで。これをね、うまく叩き込んで、やりたいですね。この飛び道具抜けは、本当に近い間合いじゃないとできなかったんで、飛び道具としては難しいかなと思いました。で、SA3 と。SA3 はこれ、気になるのは、対空の昇竜拳からキャンセルで出したときに、コンボになるのかどうかっていうのは気になりましたね。これを見るとやっぱ対空昇竜からも引きつければいけそうな気はしますね。で、さらにこの春吾不殺。密着で出せば相手はガードできないと。で、さらに今回はコンボにできるっていうことなんで、弱の混合釈迦から、コンボに行くのがいいんじゃないかなと思います。こっちはね、大ダメージ。そう、これ。弱の混合釈迦だったら多分派生を出してからでも、つながると思うんで、そっちの、ダメージ高い方でやりたいですね。玉抜けでは一応使えるんだ。面白い性能にしてますね。はい。必殺技の紹介がすごい多かったと思うんですが、僕が気になったのはやっぱり、百鬼衆、強襲技ですね。百鬼衆と、あとは新技の混合釈迦。これをですね、やっぱりうまく使っていく、どのように使っていけばいいのかっていうのが非常に気になっていますので、豪輝が出たタイミングでもその技を中心にいろいろ探ってみたいなと思います。あと今回の動画で気になったのは豪輝が自ら自分の技を解説している口調みたいになってましたけれども。この、大 SNS 時代もありますし、発信するということは、豪輝においても、やっぱ世の中の流れには、順応していくという姿勢が見られましたね。この、変化の激しい e スポーツの業界においては、やっぱみんな意識せざるを得ないことですので、豪輝といえども、こういうことにね、ちゃんと、真摯に取り組んでるな、というのは、僕にとってもね、非常に大きな、心強いな、と思いますので、僕の方もうまく順応していきたいと思います。
そしてですね、この号機はですね、SNS においてもうね、絶対強いでしょという意見がかなりあるんですが、まあ僕はそれについてですね、やっぱり、なんか、手放しには喜べないというか、もう本当に今回、僕も絶対使うつもりでいますんで、まあそこは、慎重な目線でどうしても見ざるを得ないというのが、まあ、号機使いとしての目線ですかね。まあ出てみないことにはまだわかんないでしょうと思ってます。ただ、一番最初にこの今の号機動画で流れたと思うんですが、まあ高精度な技が揃ってる。まあその代わり体力が少ないんで慎重な立ち回りが求められますよと。まあそういうコンセプトのキャラってね、やっぱ使っててすごい面白いっていうか、やりがいがあるんですよね。どんどん、経験を積むにつれて、自分ができなかった部分ができるようになってくる。そうなった時に、マックスのポテンシャル出した時には強いんだろうなというふうに、まあ、調整側も多分そういう作りになってると思うんで、まあ、そこに対してですね、こっちも挑戦していくという形で、頑張りたいと思っておりますので、まあ、何卒ね、皆様、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ということで、この号機なんですが、5月の22日に実装されるということなのでですね、それまで、首を長くして待ちたいと思います。それでは、本日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございました。また